皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。あなたの日めくりカレンダーちぎった端から後ろにくっつけていく私、さやです。なんか最近さやさんとこの挨拶さ、クソ迷惑なやつシリーズになってない？大丈夫さや？メンタルやりいかとかなんか暗いやつがいるよほら。もう絶対や。全部やだ。元気を出して。今回こちらです。効果キャンパヌ。ということで今回やっていく企画はこちら。元気そうです。絵描き夫婦でキャンバス交換対決。ということで、まあどういうことかと言いますと、さっぱりわかりません。まあさやはさっぱりわかんないけど、そもそも夫婦になった覚えすらない。それはまずいだろ。いや交換キャンバス、こちらですね、ランダーアートさんっていうね、こちらの方、今 YouTube のこれ画面出してると思うんですけど、こちらの方がやってらっしゃるショート動画で、10分間で1色の色だから、例えば僕が黒系の画材、さやが白系の画材だとするじゃん。例え悪いね。白系悪いわ。例えがずっと悪い。じゃあもっとわかりやすく緑系の画材。ゲさんが緑で、さやがじゃあ黄色とか黄色系のねオレンジとか黄色とかだけしか使っちゃダメ。使っちゃダメ。なんかさ、うちのこの動画でもこれ赤い画材しか使っちゃいけないとかあったじゃないですか。10分緑系の画材で描いてる間に、さやは黄色系で1枚のキャンバスに描いて、それを交換するっていうのをひたすら続ける。3年後。そんな？それをいいぐらいのとこまで。だいたい10分の10回交換ぐらいがちょうどいいのかな。100分間それを交換し続けて、どんな絵になるのかっていうのをちょっと今回やってみたいなと。ということで、今回ですね、企画勝手にお借りしているので、皆さんぜひこちら見て見応えがある。ください。はい。というわけで、仮にも夫婦というわけで、俺たちビジネス夫婦としてまあ何年かやってきましたけど、何年かはやってるんだ。俺たちビジネス夫婦じゃなくて、ビジネスも一緒にやってる夫婦ってことじゃないの？あ、そういうこと。そういう意味ではビジネスってこと。ビジネスっていうのは YouTube のこと。まあ2人で働いて、2人もとも夫婦だったたまたま。あ、そういうこと。はい、ということで今回こちらの企画やっていきたいと思います。なんで？ということでやっていくんですけど、オープニング撮ってなぜか一晩明かしたので、普通に寝起きっていう。おはようございます。今日すっごい変な夢見た。2時間ぐらいこのまま喋るから。やめて、2時間いらないよそんな。でも10秒でログラインをきれいに伝えられないんだったら、その話は面白くないと誰かが言ってた。なんか2チームに分かれて、なんか街の中をお絵かきバトルする夢見たの。スプラトゥーン。まあいいや、早く始めよう。お前だよ始めたの。さあ今からやっていくんですが、こちらまあ普通にそこそこデカめのキャンバスですね。それでそれぞれ担当の色、今回は面からでいきますか、我々っていう。そうですね。こんな感じでお互いもう赤、私は青画材。はい。これワクワクするな。でも同じ画材をこう並べてみると。よし、じゃあこれをこれらを使って絵を描く。一応まあ描くんですけど寝起きすぎるだろ発言が。であとは今回一応白は使ってよしということになりますね。赤っぽい世界みたいな感じで描くから。赤っぽい世界と青っぽい世界、どこまでが厳密に青、どこまでが赤みたいなのはちょっと個人の解釈による赤っぽいできます。何その4号線は。まあということでなるべく同じ系統の色で描き続けて、お互いコラボレーションしてってどんなものになるのかと。で制限時間は1枚30秒。ラーメン屋みたいな。ペン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 はいみたいな。はい、ということでじゃあ制限時間10分でやっていきたいと思います。はい、じゃあまずは絵の具を出して。大丈夫？右肩つってない？さやはつってるよ。なんで？致命傷じゃん。嘘、本当につってんの？つってる。なんでよ。はい、スタート。はい、ペープー。でもさ、いくよ。まずだよね、まず。俺青持ってるものの使命だと思ってる。嘘。うわ、やっちゃってんね。やっちゃってる。俺もうゲンさんが困ることしか考えてないんだけど。そう。困ることしようとしてるこいつ。線書いてる。でも
もこれ青を持つものの宿命でしょ。このセルリアンブルーで塗りつぶし。ああ、またそうやって青という概念にとらわれすぎているんじゃないかね君。やめろよ。青だからこれを書かなきゃいけない、そんなことを思ってはいませんか。そんなあなたにはこれででん美容化粧品3点セット。間違ってるだろ絶対。言い先じゃあなんか知んないけどね、うちの子がね、テレビのリモコン握るためにね、毎回ねテレフォンショッピングをね、あーなんかね、こんなに安いんですかって、どの回でも言っててちょっと面白い。毎回聞こえる。あとなんかお客様の声が全部ふわっとしてて好き。なんかいい感じですとか感想を言うときそうなりがちだよな。でもさ、テレビショッピングってさ、今すぐお電話したくなるときない？ある。無性にある。悔しいけどこれ欲しいみたいな。ね、これさ、さやさんのさ、いたずらのさ、懺悔なんだけどさ、いや本当に小学校1年生だったかな、幼稚園だったかなとかの時に、これも本当懺悔なんだけど、テレフォンショッピングで、気になった方はなんかなんとか番に今すぐお電話をみたいな感じで言うじゃん。電話かけてみたくなっちゃって、でも勝手に電話かけたら怒られると思って、私実家の2階に呼気があったのよ、ちっちゃい電話。その呼気をトイレに持ってってお母さんにバレないようにテレフォンショッピングに電話をかけたことがあって、うわ買えないやつが電話しちゃったの。普通にさオペレーターの方が出てくれるじゃん。そりゃそうだよね。ビビってすぐ消したわ。最悪。すみません、本当にあの時は申し訳ございません。お忙しい時でしたのに。いやでも確かに子供も気になるっちゃ気になるだろうな。いやそういや本当に出てくれんのかなってすごい思ってて、そのような罪を私は犯してしまいました。申し訳ございません。はい、じゃあ交換だよ。はい、交換のお時間です。投げっぱなしすぎるだろそれは。あーすごい。これはすごい。これはすごい。なるほどね。でもなんかゲンさんの意思を尊重したい気持ちはあるよね。でもこれをだからどうしていくかだよね。ゲンさんっていつでも優しいからゲンさんの気持ちを常に尊重してくれる。うわー全然尊重してくれない。ねえ全然関係ないんだけどさ、さやさんがさこの前さ公園に行った話したい。近所にある公園に行ったらね、たまたまねパラちゃんと年の近いね、お子さん連れたお母さんがね公園に来てらして、それでね結構お話ししてちょっとママ友っぽい感じの話をしてたのずっと。そうすごい嬉しくて、そうでなんか年齢の話になった時に「私32です」みたいな感じで言ったら「あそうなんですね、あ同世代です」みたいな話になって、で私がね「いやもうバリバリのお邪魔女セーラームーン世代ですよ」みたいなこと言ったの。そしたら普通に初対面のママ友にそういうトーンでいけるんだね。すごいね。絶対もいけないわ。マジって言ったら「わかりますよ、私も好きでした」みたいな感じで言ってくださって、そうやっぱり好きですよねみたいな言ってたの。そしたら「忍たまとかめっちゃ見てたんだよママ」みたいな感じでね、そう自分のお子さんとかに話しかけたんだけど、私が心の中で「すいません、忍たま今もやってます、新シリーズも出てます、新キャラクターも出てます」って言えなかった。私言えなかった。まだまだ人気コンテンツなんですって。そうなんです。誰推しですかみたいな。そう俺言えなかったよ。そういう交流があるんだね。そう嬉しかったのすごい。僕パラちゃんって時すごいさ、陰キャ極めてるからさ、公園の隅っこでなんかじゃあパラちゃんここで遊ぼうねっつって。さ逃げていくもんね。初対面の人と交流が発生したらどうしようみたいななんかド陰キャムーブかましてるから。ちょこちょこ公園とか行くとさ、遊んでくれる子がさ出てきて声かけてくれるんだよ。お子さんからもうパラちゃんに声かけてくれるんだよね。そういやもう本当にね可愛くて、年齢聞くとさ相手3歳とかだったりするんだけど、もうなんかさお兄ちゃんお姉ちゃんみたいなさ動き方してくるんだよね。あこの子1歳なのみたいな感じで、じゃあなんかこう背中ポン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 とかってしてくれたりさ、優しい。そう3歳ってこんなお姉ちゃんなのって思って、もう人の子供見て感動して泣きそうになってるからね、完全に不審者だよ。すごいとか言ってなんてできた子なのみたいなね思っちゃうよね。いやすごかったんだよね。ちゃんと無駄にしていくんだよ。はい交換。はい交換。見てなんかおしゃれな絵になりそうじゃない？なんかどうにかね、もしかしたらっていう。なるほどね。楽な方にって考えた結果なるほどなるほど。次3巡目？次3巡目スタート。でもこれもまたパラちゃんの話になっちゃうんだけどさ、パラちゃん最近ねメガネ取ってる人間絶対許せない。そうパパとママがメガネ外してるっていう事実が許せなくて、パラちゃんお風呂で顔とか洗うじゃない、そうすると絶対にっ
ってメガネさしてくるし、朝起きた時とかもまずメガネを差し出してくるの。パパとママがメガネをしてないとこいつら多分寝るんだみたいな、なんかあ、そうそうそう、多分ねそういうことな気がする。あとパラちゃんがまだ眠くないタイミングで私がメガネ外して横になると泣き出すんだよね。そう、寝るぞこいつ、うわーってなっちゃうの。すごいなんか謎の学習をしてしまってね。そんなことが分かるようになって、うれぴーよママはってなりつつも、眠いよママはってなってで、横浜中華街でゲンさんがさやのことめちゃくちゃ置いてた話ってどこの動画でしたっけ？したっけその話。どっかでしたっけ？いや置いてっていや置いてったよあれは。すごい速さで置いてったよあれ。でこのその話は次の回にも残しておきましょう、ね、次の10分に残しとこう、それは、楽しみだねみんな。いや、じゃあ置いてったのは事実かもしれんけど認めた。でもあれは置いてったことに意味がある。戦略的撤退だから、あれはあれは本当にこのワードで気になっててほしい。一体何が起こったのかその場で、ね、でもこれを聞いたら辛かったんだなゲンさんもっていうこともこの動画を見た後はゲンさん、別に辛かねえけど辛かねえけど結構焦ってたよ。あ、終わっちゃった。はい、そろそろ渡した時におーって思ってほしいよな。確かに。せーの、おー、しらじらしいねいやでも結構進んだ気がするね。お前じゃあ行きます。よーいスタート。あれで中華街の話して。いやあれは違うのよ、違うのよって始まる話大体違うんだけどさトラブルがあったの。あの時まだお付き合いし始めて数ヶ月、はいでさやもまだ僕たちが出会った職場で働いてた時ね、僕たちの部署があるわけじゃん、何々部みたいな感じで、そこの僕たちの一番上の上司、中華街で彼氏とデートしてたのでめっちゃ前から来て、あれあの人だな、あやまるさんじゃないって思って、その部署って人数少なくて、マジで直属の上司みたいな感じでね、なんだけど誰にも言ってないわけよ、付き合ってること。そう、お付き合いしてることね。そう、これバレるわけにはいかんくないかと思ってでさやにその情報を共有したつもりでさん来たから横にそれようみたいなことをさやに言ったつもりでちょっと早足でさーって言って、そしたらさやにそれを伝えてなくて、さやは意味が分からなくて「ゲンさんゲンさん」みたいな「なんでどこ行くの?」みたいな、すごい急に大声でしゃべって「なんで大声出すんだよ」と思って言ってねえんだと思って全部自分のせいや。でも俺たちがそこで逃げたおかげで最終的に守られた。そうバレなかった。いやマジでびっくりしたよ。だって普通にさ、休日デートしてますっていうさ時にさ、急にさ彼氏が自分のこと置いて話して逃げるってさ何があってなるでしょ。でも緊急事態だあれは。めっちゃおもろかった。懐かしいね。懐かしい。めっちゃ隠してたからね。なんか全然誰だねえ、全然違うやつになったね。人類多様。わーお、アメイジング、アメイジングということで、はい、じゃあ交換してみましょう。せーの、ドン。滅びてるなどこだこれは。すごいことになってきた、だんだんね。なんかもうどこよくわかんないし、投げっぱなしにも程があるし、なんだこの世界。いきます。はい、いきます。はい、よーいドン。これ50分目。これまだ折り返してないんか。やっぱね、信じられるものはアクリルガッシュ。いや俺すごい気になったんだけど、なんか左上にエビフライ飛んでない今気づいたんだけど全然なんか認識してなかった。なんか何書いてんだろうなこれって思って。気づくの遅くね。いやなんかあるんだけど、これなんだろうって思ってぼんやりしてたんだけど。目線の先お腹空いてんみたいな。つい先日マジでちょっと修羅場ってたんだけど、もう心の奥底から、あ、私オタクでよかったって本気で思って、でしかもなんかそのオタクでよかったっていう部分がなんかゲンさんもさやオタクでよかったっていう。そう思ったの。あんま誤解されたくないんだけど、餌必要なのよさやに。さやに仕事してもらうためのエネルギー源となる餌ってすごい必要なんだけど、いつも大事なの。今百栄雄伝が餌になりすぎてて、そう百栄雄伝に本当にハマりすぎてて、本当にハマってる。マジで案件じゃなくハマってるの。ゲーム
メ実況チャンネルこの動画でちょっと100円油田やったんですけど、やったんだけど本当にハマりすぎちゃって、朝から晩まで絵描きますってなった後に、じゃあこれ終わったら10分だけ100円油田でちょっとだけ遊ぼうっつって、10分で何すんねんって感じなんだけど、10分で何すんねん、あの RPG の中で10分で何すんねんって思うけど、でもただ回復してんだよ。ちょっと戦闘するだけでなんかただいまって帰ってくるから私本気でなんかすごいよ、心の底からオタクでよかったってこの前思って、モルヒネって言ってた。ずっと痛みを感じないって怖かったちょっと。ありがとう。いやもう本当に心の奥底から本当にサントラの発売をお待ちしております。いやもう本当にお願いします。はい、行きます。はい。ドゥドゥン。なんかすごい。すごいすごい。ちょっと見えてきたんじゃない？絵になってきたよ。こっち側。まだ半分ある。楽しくなってきた。すごい。いきます。いきますピ。俺さ、童謡聞いてて動揺したことがすごいあるんだけど、マジでギャグじゃないの。ちょっとこれ聞いて。どんぐりの歌詞さ、お前どんぐりじゃねえのかよって思ったことない？ということ、どんぐりころころどんぐりこってこと？君もまた術中にはまってる。嘘。もう領域の中。嘘必中やん。必中やん。多分今これを聞いてて何の疑いも持たなかった人はもう術式の中どういうこと？影響を受けてる。どんぐりころころありこ。正しい歌詞を答えよ。嘘。ででん。どんぶらこ。違います。はい、正解はどんぐりころころどんぶりこ。どんぶりこでした。なんで？思うよね。僕もこの間さ、パラちゃんと一緒にどんぐりこの歌を見てたら一緒に歌ってたの。パラちゃんと一緒にどんぐりころころつって歌ってたら、どんぐマジってなって、ここ30年生きてきてどんぶりだということを俺知らなかった。覆された。覆された。確かに私も今覆されちゃった。悔しいでしょ。終わったけど。はい、せーの。ドンドン。おー、なんかこっちでも見えてるね、何かが。なんか絵になってきたよ。絵になってきてる。素晴らしい。素晴らしいね。よーいスタート。これ今60分経過したからあと40分一瞬で終わっちゃいそう。やば、そんなのよくない。いや、終わるなこれ。そこ歌わないでほしいんだよ。これさ、これよくあるよね。さやがそれ歌い始めてさ、僕絶対こっち歌い始めて、この後ろのバスパートを急にバン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 急にバンバン言い出すんだよ。バン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 って。うるさ、マジ切れそうだったよ。俺も切れそう、見て芯が抜けた今。マジゲンさん今さ、ちょっと真剣に書くためにゲンさん寄りに寄ってたせいで耳本当にぶち壊された。本当にあーってなっちゃった。私が湯婆婆だったら放ってるとこだった。うわーってもう出ちゃったよ。波動拳出るとこだった。湯婆婆突然だよなあれ。なんであんな急に波動拳打つんだろうね、あの人。びっくりしたよね。危なかったね、ゲンさん。危なかった。私が湯婆婆だったら出ちゃってたよ、本当に。助かった。ということで終わりました。さあ100分間で交換キャンバスどんなになったのか、せーのドン。なんかこっちはなんかさ、すごい壮大な顔してるだけで何これ壮大なふりした何かと。いや壮大なふりしてる。ずっと何かなんでこれ。これは最初僕から始まった。はい。で僕がもうポスターカラーのもうベタっと空の色を入れたから、はい。どうなるんだろうなと。うん。でちょっとドラゴンっぽいものも入れちゃって、さあどうなっていくんだろうなと思ったら、エビフライが飛び。巨大タコさんが現れる。でもほら見て、ちゃんと赤にしたの。ああそう入れてほしいなと思いながらここしてたら、入れてほしそうだったから。そういや助かりました。これはずっと無視してたんだけど。無視してたんだ。しかもなぜか雲海の中になぜかこのなんだろうね。プール。あこれ竜の入る血の池プールみたいな感じかな。天空の血の池プール。ああなんかすごい荘厳な場所が生まれたね。しかもほらここ角の先桜咲いてるから。これ角の先に咲いてるんだ。そうそうそう。じゃあ桜ドラゴンだ。角桜ドラゴン VS タコ。
やタコにはあるだろ、もっと特徴がでかいはい、という絵になりました。はい。でそして、まあ、これはでも、正直、何の打ち合わせもしない、何の下書きもしないでベタベタしてった100分にしては、なんかなったんじゃない？なんかなってこれはね。いや、こっちはなんか。何これ？マジで。わかんない。これ弱気じゃないね。これは。これなんだろうね。これはなんだろうね。足あるんだよね。これ長いの足が。足キュってなって魔女の研究室みたいなところにポツッと置かれていた靴の中になんか住んでた。靴の中からポンって出てきちゃったのかも。なんか魔法の手違いで。ああ、そういうね。召喚魔法をミスっちゃったんかも。靴ごと？これでも見てほら、魔女ちゃんの相棒のやばいやつ。やばい。顔やばいし、ちょっと失敗してる。このフォルムがお気に入りなのかしら。このフォルムの生物をどんどん生み出そうとしてるさなか、生み出されてしまったのが弱気心。この子が全ての始まり。ってことはこれ弱気心ビギンズってこと？ゼロってこと？そう弱気心ゼロかもしれない。そんな壮大な話になってきた。適当すぎる。はい。ずっと適当。なんかこれは、顔は実はさやが描いたんだけど、さやが描いたやつに赤でね浮いてるから青でなじませようって思ったら。なんかいい感じに絵柄が混ざった気はします。これなんなんでも後ろは何なんだろう。なんだろう。ね。なんかボロボロな感じもするけど。建物の中にはいそうなんだけど。いや本当にね、なんかさ2人で描いてるのにさ、なんだろうね。なんだろうねこれ。なんだろうねって一生言い続けてなんだろう。大丈夫。いやでも楽しかった。めちゃくちゃ楽しいこれ。なんかあっという間に過ぎたんだけど。100分描いたでしょ。一瞬で終わったわ。一瞬だった。10分むずいわ。無理。10分で描いたらこんなになっちゃうわ。すごい。これ30分ぐらいかけたらもう少し何か詰まった絵になるのかもしれないけど。確かに30分交代ね。でもカオスが増えるだけかもしれんっていう書く時間与えちゃってるから。ということで今回ですね、こちらのキャンバス交換対決やってみました。ちょっとこれ画材を絵の具系中心にやってたけど、途中からコピックも交えてやってたから。そうていうかね、逆になんか思ったんだけど、コピック縛りでこれやっても楽しいかもね。そう交換色塗りでちょっと思いついちゃったからね。が向いたらまたやります。はい、皆さんもぜひねやってみてください。最後結構これあざだよ、あざ。まだ骨、もっと骨が。見て、傷ついてる。ついてないよこれ誤解だよこれは。それただお前の赤だ。傷ついちゃっ